私も昔眠れない時がありました。心まで前向きになれなくなってしまう感じがしました。睡眠は脳のゴミを掃除してくれるそうです。よく眠るためにしていることを2つシェアしようと思います。皆さんこんにちは。ほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私もとっても元気です。今日は眠れないときどうするについてお話ししようと思います。眠れないときどうする？皆さんは眠れないときってありますか？夜、布団に入って寝ようと思ってるのに寝れないとき、そんなときどうしてますか？今日はそんなとき、眠れないときのどうしたらいいのかについて少しお話ししようと思います。私も過去に眠れないことがありました。布団に入って電気を消して目をつぶってじゃあ寝ようって思ってるのに眠れなくて夜の2時とか3時とかひどい時は朝の5時まで目が覚めてる眠れないことがありました。そんな時にどうしたら眠れるかなって思っていろんな本とか読んでいろんなことを試したりしました。例えばスマホを寝る2時間前に見なかったり、あとは寝る前に軽いストレッチ、運動をしたりしたこともありました。でも結局眠れなかったです。その当時の私はいつもこういうことの話になっちゃうんですけど、仕事のストレスがすごかったので、脳が興奮しちゃって眠れないなんてことがありました。不安なこととか心配なことがあると眠れなくなりますよね。よく言うのはスマホを使うのは寝る2時間前までにしましょうねとか言いますよね。私も試したことがあります。でも最近は寝る前に布団の中でスマホをいじっちゃうこともあります。それでも眠れてます。最近私が眠れるようになるためにしてることを今日はシェアしようと思います。眠るために、よく眠るためにしていることを2つシェアしようと思います。まず1つがストレッチです。一番最初にストレッチをしても眠れなかったって言ったんですけど、眠れない一つの原因が不安な時とか心配事があって、ある時だと思います。それが一番眠れなくなる原因の気がします。ストレスがあって脳が休めないので脳が興奮しちゃって寝れない。それが眠れないことの、一番の原因じゃないかななんて最近は、思います。ストレッチ、軽い運動がなんでいいかっていうと、人って一度に一つのことしか考えられないらしいんですよ。なので、運動をしていると、運動以外のことが考えられなくなるって本に書いてありました。確かにストレッチをするとすっごい気持ちいいし、すっきりする感じがするし、やっている間は他のことを考えないので、ストレッチは不安とか心配事、眠れなくなる原因の不安とか心配事にいいんじゃないかなって私も感じました。激しい運動は逆に目が覚めちゃうので、軽い運動、ストレッチ、ヨガがいいそうです。次に2つ目にやっていることは、今日楽しかったこと、その日あった楽しかったことを思い出すのをやっています。さっきも言ったように、人って一度に一つのことしか考えられないそうです。なので、今日良かったことを思い出すようにしています。例えば、今日は猫が可愛かったなとか、天気が良かったな、あったかかったなとか、あとは今日の食べたおやつめっちゃ美味しかったなとか、
良かったことを思い出しながら寝るようにしています。そういう楽しかったこと、良かったことを思い出して、不安とか心配事を頭から追い出すようにするとよく眠れる気がします。皆さんも一回だけでもいいのでやってみてください。布団に入って、今日良かったこと、楽しかったこと、嬉しかったことを思い出しながら、イメージしながら寝ると、めちゃくちゃ気分が良くなりますよ。もし、良かったこと、楽しかったことがないっていう人は、昔良かったこと、子供の頃に良かったこととか、あとはこうだったらいいなっていうのをイメージしながら寝るのもいいと思います。睡眠は脳のゴミを洗い流すそうです。寝ている間に脳に溜まったゴミを掃除してくれるそうです。寝ることで。逆に寝不足だと頭にゴミが溜まって、そのゴミが溜まり続けると認知症、アルツハイマーの原因になるそうです。睡眠が6時間以下の人は認知症のリスクがたくさん寝ている人に比べて 1.3 倍から2倍になるって書いてありました。反対に7時間以上寝る人は脳のゴミが流される、老廃物がなくなるそうです。昔私も寝れなかった時はめちゃくちゃコンディションが悪かったです。例えば忘れっぽくなったり、力が出なかったり、疲れやすかったり、外に遊びに行っても、出かけても、旅行しても、すぐ疲れちゃう。疲れて歩けなくなっちゃうなんてことがありました。睡眠不足は本当に良くないと思います。心まで前向きになれなくなってしまう感じがしました。眠れなくなっちゃうことってありますよね。心配事、不安事がない人っていないかもしれませんね。心配事、不安事を思い出さないようにするのは難しいですよね。そんな時私が意識してるのは、コントロールできることとコントロールできないことを考えて、コントロールできることをするようにしています。例えば、不安な考えが出てくるっていうのはコントロールできないので、ハエが飛んでる。不安な出来事を考えないようにするのはコントロールできないので、その代わりにコントロールできる楽しいことを考えるをやるようにしています。なので皆さんも眠れなくなっちゃう時はコントロールできる、今の自分ができること、例えばストレッチとか、あとは楽しかったことを紙に書いてみるとか、そういうことをしてみてくださいね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしようと思います。いつも私のお話を聞いてくれてありがとうございます。次のポッドキャストでもお会いできるのを楽しみにしています。では、またね。バイバーイ。